ロシア軍の死者数は35万人を超えました。死傷者全体で言えば120万人を超えています。それでもなお、プーチン大統領の目指しているウクライナの滅亡は全く現実の話ではなく、ただの妄想の域の願望に過ぎません。そして2025年全体で見ると、ウクライナ軍の攻撃によって15万7千人の兵士が死傷し、一方で集まった兵士の数は14万人台でした。つまり、集めた兵士よりも攻撃を受けて亡くなったり負傷したりする兵士の方が多く、軍全体で見ると明らかに戦力の減退を招いています。こうした状況を反映してか、5月9日に行われた対ドイツ戦の戦勝記念軍事パレードでは、規模が大幅に縮小し、ロシアの陰りをかなり象徴するような日となりました。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。例年行われる対ドイツ戦戦勝記念日は、世界大戦に勝利した、そうした栄光の歴史を振り返るための行事であり、しかも国内の引き締めにも役立つような役割を持っていました。しかし今年は明らかにロシアの陰りを感じさせる内容となっています。例えば軍事パレードの時間という分かりやすい例から挙げておきましょう。本格的な侵攻とは全く無縁だった2010年代、ロシアで行われる軍事パレードは様々な兵器を対外的にもアピールする場になっていました。新しい戦車や装甲車、そして核兵器も搭載できるような大陸間弾道ミサイルを乗せた大型の車両などもパレードに参加し、ロシアがどれだけの軍事力を持っているかをアピールする場でもありました。そのため軍事パレードの時間は1時間半程度あり、その間ずっと様々な兵器が入れ替わり立ち替わり現れて、その光景が映像で映し出されていたわけです。ところが今回そうした軍用車両は全く姿を見せませんでした。前線の戦闘とは関係のない大陸間弾道ミサイルのようなものも姿を見せず、これにはウクライナ軍が攻撃してきたら大損害が発生するかもしれないと、かなり切実な心配もあったものと見られています。参加する空軍機も最新鋭のものではなく、やや古いスホーイやミーグの型番が並んでおり、ご自慢のステルス戦闘機なども参加はしていませんでした。その代わりに参加していた兵士たちの中には、今年はちょっと違う顔ぶれが含まれていました。それが北朝鮮軍の兵士です。この北朝鮮軍の兵士たちに関して、軍事パレードでは、ロシアを救った英雄たちとして紹介されていました。彼らは、クルスク州の戦いにおいてウクライナ軍と戦闘を行いました。これはロシアが、もはや単独ではウクライナと戦えないことを意味しているわけですが、そのことをロシアでは、古くからの同盟関係が生かされたのだと前向きに紹介を行っています。現在のもなお北朝鮮製の弾薬類などはロシアに流れており、これがなければ今の戦線を維持できないのかもしれません。さらに AI によるちょっとフェイクニュースかなと最初に疑ったのが、戦争に参加して亡くなった兵士たち、そこに残された妻や母親たちを軍事パレードに参加させたという映像も入ってきています。これ何度も本当の話かなと疑ったのですが、本当の話のようです。プーチン大統領としては、自分の野望のために多くの国民が命を捧げてくれることを感謝していると考えているようです。ただし、これらの人たちが本当に遺族なのかどうかは判明しませんでした。ちなみにプーチン大統領、今回の軍事パレードにおいては、各国からの首脳陣というものが集まらなかったこともあり、観覧席の様子はかなり違っていました。例年のように中国の習近平国家主席や旧ソ連以外の国からの指導者といったものもほとんど顔を見せず、自分の身の回りはほとんど国家安全保障局の人間ばかりというかなり厳重に身を守るような陣容でした。ロシアの国会議員ですら近くには寄れなかったということもあって、それこそ身内に暗殺される危険性すら考えているのかもしれません。そのために従来近づいてくる人物の携帯電話を取り上げるといったことを行っていたのですが、これをさらに一歩進めて、機械式の腕時計すら身につけることを許さないようになったと言われています。そんなプーチン大統領ですが、軍事パレードの演説では、ロシアはまだまだ勝っていて、多くの軍事物資が後方地で生産され、ウクライナを圧倒しているというような話をしています。ただしそうした状況にもかかわらず、ウクライナを打倒できないのは、ウクライナを支援する余計な輩がたくさんいるからだと話をしています。
それがロシアを侵略しようとしている NATO という存在だと、ロシアに侵略してくるんだという話をしながら、この侵略戦争を説明しているわけです。ちなみに現在でもなお、プーチン大統領は未だに特別軍事作戦だとしていて、侵略戦争だとは認めてはいません。一方で、国民の不満といったものは確実に醸成されているわけなので、そのはけ口といったものが時折姿を見せます。例えば、インターネット上で影響力を持つインフルエンサーが、プーチン大統領は現在の国民の苦しさを分かっていないとして動画を公開しました。これは直接戦争に対する批判ではなく、戦争の長期化に伴う生活苦についての言葉だったわけですが、再生されまくって3000万回の動画再生数になったようです。また、声なき声といったものも拾い上げていくと、ロシア国内における抗うつ薬の販売量が 20% 以上増加しているという話などもあり、ロシア国内の状況といったものは基本的には良い方向には向かっていません。そして、誰を捕まえるかについては、基本的には治安当局者の一存にかかっています。ですから、先ほどのインフルエンサーは生活苦という切り口で、現在のプーチン政権を批判したわけですが、直接言及することによって、おそらくは命を失っただろうという人物も現れています。それが、本来であれば戦争の支持者の一人である軍事ブロガーの批判です。今回の軍事パレードにあたっては、首都圏におけるインターネット遮断が実施されました。これは大型小型に限らず、ドローンが飛来した場合においては、そうした通信電波が悪用されるというのがロシア側の言い分です。しかし、こうしたインターネット網の遮断というのは、ロシア軍にとっても不都合なものであり、味方との連絡網が寸断されてしまいます。さらには経済的にも様々なところでビジネスに障害をもたらすものですし、やる意味はないし、やったことによる有害性の方がはるかに高いと直接言及を行いました。それによってこの軍事ブロガーはどうやら前線送りになったようです。現在のロシア軍の戦術としては人海戦術、とにかく歩兵は使い捨てにして、それをもってして圧力を加えていくというのが一つのお決まりのパターンとなっています。多くの死者は出るわけですが、攻撃を繰り返すことによってウクライナ軍の疲弊を狙い、実際にそれによって穴が出れば少しでも前に進もうというわけです。ですから前線送りになったこの軍事ブロガーの命は、ほとんどなくなったも同然と考えられています。また、こうしたインターネット網の遮断やもしくは飛行機の減便などについては十分に情報公開がされていなかったようです。週初めからの減便や遅延といったものが3000便以上に上り、多くの空港において人々が移動できない状態となってしまいました。そのため各地の空港においては寝泊まりする人たちが続出するという事態に陥り、一体次の便がいつ出るのかわからないまま、何日も過ごしているというような人も出ているようです。これもまた経済面では悪影響しかありません。事前にいつからどのぐらいの規模で止めるかを告知しておくことが必要だったわけですが、そうしたことすらもまともにできないような状況に陥ったわけです。この背景としては、ウクライナ軍の攻撃が軍事パレードを行う赤の広場から10キロ圏内に到達したといった事件なども発生しており、それを警戒しての航空便の大規模な停止騒ぎになったようです。では、どれほどの規模でロシアは兵士を失っているのでしょうか。BBC といくつかの調査報道機関の共同調査によると、ロシア軍の失った兵士の数は35万人を突破しています。これは亡くなった人数の話で、負傷者についてはこの数倍いると考えられています。ですから全体像としては120万人程度が死傷者数だと見られています。この亡くなった人の数について BBC は公式発表が行われていないので、次のような手段を持って人数を数えたとしています。それが裁判所の通知です。戦場に行った人たちがいつ亡くなったかについて政府発表がされていません。ですから、それらの人たちがいつ亡くなったかはわからなくても、家族の人たちが亡くなったことを証明してほしいとして裁判所に訴える例があるのです。これは亡くなった人たちが慰労金を受け取るためには、どうしても死亡通知といったものが必要になるわけです。行方不明ですよというままでは生きているかもしれないし、その場合だと当然、亡くなった時に出る特別金は出てきません。ですからどうしても裁判所にそうしたことを認定してもらう必要があるわけです。これは政府発表ではありませんが、しかし
行政手続き上において記録が残るものですから、こうした公式記録をもとにして、戦場に行って亡くなった人というものをカウントする手段が出てくるわけです。そして、毎日のように続く戦いにおける疲労といったものも、兵士だけではなく、補給部隊にも負担がかかってきます。ウクライナ軍の目立った攻撃としては、大規模な施設に対する攻撃を私は動画で取り上げていますが、日々の戦いにおいては、前線における補給部隊に対する攻撃も苛烈です。前線の塹壕に物資を届けなければならないわけですが、そうした行動は当然ウクライナ軍の攻撃範囲内です。前線地域においては偵察用のドローンと攻撃用のドローンが入れ替わり立ち替わり現れるものですから、物資の補給もなかなかうまくはいきません。これはウクライナ、ロシア両方ともに存在する問題で、今までのように絶対安全なというような場所はほとんど前線地域にはなくなったと言われています。ですから、補給がなかなか届かないぞということになった時に、隣の部隊には物資が届いたようだという風になれば、飢えている部隊にしてみれば、こっちにもよこせというのが、当然願望としては生まれてしまいます。そのためにロシア軍内部における味方同士の銃撃戦といったものも発生したと、無線傍受した話として出てきています。この話どのくらいの信憑性があるかについては検証が必要ですが、そのようなことが起こってもおかしくないぐらいに前線における物資の補給が苦しい状況にあるようです。では、いつものようにウクライナ軍のロシア奥地に対する攻撃を取り上げておきましょう。今日報告されていたものによれば、主には700キロから900キロ程度の範囲内における攻撃範囲を集中的に攻撃していたようです。そして方向性としては、モスクワを狙わないというところでの目標を選定していたようです。これには、一応、軍事パレードについては狙わないというような話が、ウクライナからは発表されています。アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナ、そしてアメリカとの3者の協議によって、一時停戦3日間についてはある程度話がまとまった。それは私のおかげだぞというような発表をしました。実際にトランプ大統領がどこまで話をまとめ上げたかはかなり疑問です。実際軍事パレードについて攻撃するな頼むからやめろ。もしも攻撃するんだったら凄まじい反撃を行うぞという話をしていたのはプーチン大統領で、プーチン大統領はアメリカのトランプ大統領に何とかウクライナの攻撃をやめさせてくれと懇願したと言われています。一方でウクライナにしてみれば、侵略攻撃を延々と続けてくるロシアが一方的に攻撃をやめろと言われても、そうやってやめる理由はないわけです。ただし、プーチン大統領の求めたそうした停戦を求める話については、捕虜交換の話も一緒に出てきたものですから、これであればというような形で話がまとまったと言われています。ロシア軍、ウクライナ軍の間における1000人規模の捕虜交換というものが決定し、これをウクライナとしては歓迎しています。そのために軍事パレードそのものについては直接打撃を与えないという発表を行いました。ただし、軍事パレードが行われる会場だけを除くというような形にしているので、ロシアに対する圧力そのものについては解放しなかったわけです。ちなみに戦争研究所は、ウクライナ軍のこれまでの遠距離攻撃は少し違う面で進化を見せていると報告を行っています。それは大規模な施設に対する攻撃は従来通り行っているが、新たな展開として前線地域から50から100キロ先までの範囲内についても攻撃をし始めたというのを報告しています。しかもここでポイントなのは、建物のような動かないものではなく、兵士や物資を運ぶ補給線に対する攻撃を行い始めたというのです。建物であれば動かないわけですから、それこそ移動経路など GPS の情報などと関連し続けたままで飛ばせれば目標に届くというような形になります。ところが補給物資を運んでいるトラックなどを狙うとなれば、それらは動き回っているわけですから事前に目標選定できるわけではありません。この点に関して戦争研究所はおそらくは占領されている地域の住民たちからの情報をもとにしてトラックが何時に通るであるとかよく通る道というものを把握した上で、さらには簡易的な AI の搭載といったものも始めたようだと分析しています。ロシア軍の量産されているような輸送トラックであればある程度の形はわかるわけで、それらについて画像認識を走らせることによってある程度の目標物を選ぶということができるようになるわけです。
まだまだ完全なものではないようですが、しかし、現在のところ成功例といったものもすでに報告されています。ですから、前線からちょっと遠いなという地域における物資輸送というものも、これからは脅かされるというわけです。こうした前線だけではなく、そこから離れた地域における物資輸送についても妨害することができれば、前線におけるロシア兵の戦力ダウンといったものも十分狙えるわけなので、これからはドローン兵器といったものが前線からその後ろの兵隊に対する打撃、そしてそのさらに先の戦略目標に対する攻撃と、短い距離であろうと長い距離であろうと全部をドローンが攻撃するというような、新たな展開へと進もうとしているわけです。当初プーチン大統領は国力で勝っていることから、長期戦になればウクライナの方が先に倒れるはずだという目算だったはずです。しかし、ウクライナ側は前線をしっかりと守りつつ、反撃能力を徐々に高めていることから、時間は決してプーチン大統領にとっては味方にはならないようです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、このチャンネルの動画発信を支えてくれるメンバーシップへの加入などもぜひともご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。